はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、リクエストシリーズといたしまして、万能アイテム、蜂蜜をゲットせよ、巨大女王蜂、簡単テームトラップのご紹介です。以前ですね、トラップについてリクエストを募集したところ、8テームがうまくできずに何かトラップを紹介してほしいというリクエストをいただきました。今回はですね、巨大女王蜂の簡単テームトラップと、その他出現場所であったり、テームに必要な情報、あとそこからの蜂蜜の利用方法などを含めてご紹介していこうかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まず蜂のテイムする利点というところになるんですが、通常テイムするとこの蜂の状態で出てきます。これをですね、テイムした後、E ボタンなどでアクセスすると消えまして、このように蜂の巣というのがアイテムとして生まれます。これを設置していただいて、このように蜂の巣を拠点に置くことができます。この中にレアフラワーを入れていただくと、しばらく待っているとですね、蜂蜜がどんどん生成されるということになります。衛星になりまして、蜂の巣、もともとは地面の上にしか置けなかったんですが、このように拠点の土台にも置けるようになりましたので、かなり拠点にも設置がしやすくなっております。これで拠点で大量に蜂蜜生成していただいて、いろんな用途に使っていくということになります。蜂の巣なんですが、インベントリー開きますと、このようにですね、蜂だっていうことでデバフがつきます。しばらく小さい働き蜂の攻撃を食らってダメージを食らうことになります。このようにリリー装備を一式装備していただくと、蜂の巣開けてもデバフはつきません。なので、蜂の巣にレアフラワーを入れたり、蜂の巣から蜂蜜を取り出す場合、意識近くにでもですね、リリー装備置いといていただくと、ダメージを食らわずに蜂蜜回収ができます。当然ながらいつも通り頭がない状態でも表示消してるだけなのでアクセスすることはできます。続いて蜂蜜についてなんですが、利用用途がかなりあります。説明文にもあるんですが、以前ご紹介した通り、生物の誘導に使うことができます。生物の誘導に関してはですね、このように蜂の巣をスロットにセットしていただいて、アイテムを使用します。蜂蜜を置いていただくと、そこに生物を誘導してですね、食べるということになります。なんで、魚を誘導したりとか、危険生物を一旦遠くに誘導したり、トラップに誘導したりと、誘導に使うことができます。その他に多くの料理の素材になったりとか、万能生物であるショートフェイスベアやメガテリウムくんのテイムのための好物の餌ともなっております。かなり多岐にわたって初期から終盤まで重要度の高い素材ということになるんですが、通常蜂の巣を見つけていただいて、そこから定期的にですね、採取することも可能です。その他、今回ご紹介するように巨大女王蜂をテイムしていただいて、拠点に蜂の巣を設置してレアフラワーを与えて拠点で生成していくということもできます。料理に関してはですね、かなり大量に必要になってまいりますので、基本的にソロでされてても 2,3 個蜂の巣はある方がいいかと思います。ではですね、実際にこの巨大女王蜂のテイムについてご紹介していきます。通常ですね、木であったり岩場のあたりにこのように蜂の巣が生成されておりまして、この中に女王蜂がいることになります。蜂の巣を壊して女王蜂を出して、それに餌を与えてテイムするという流れになります。
出現場所はおそらく発見報告から考えてですね、ASE の時代から変わっていないようなんですが、こちら。地図はですね、ASE 時代のスポーンマップを元に作られているものになるんですが、おおむね発見報告からですね、同じようなものになるかと思います。ただ、出現の確率としては、やはりレッドウッドが多くなっておりまして、ちょっと下がって、それ以外の場所ということになります。その他にも出現確認できたことがあれば、ぜひコメントに寄せていただければと思います。その他、蜂の巣としてではなくてですね、そのまま女王蜂としてうろついている報告も受けておりますので、そこが単なる野生に蜂の巣壊されて出てきているのか、誰かが蜂の巣壊してテイムしそびれているのが出ているのか、そのまま女王蜂としてスポーンしているのかっていうところはですね、ちょっと明確なところは情報がないので何とも言い難いんですが、そのまま女王蜂でうろついている発見報告もあります。そこはちょっと出会えるかどうかも運次第なところにはなってくると思うんですが、ぜひ探してみてはいかがでしょうか。その他にもですね、発見情報、この辺りよく湧いてるみたいな情報があれば、ぜひコメントいただければと思います。現状コメントでいただいている部分として、賢者の洞窟の上の遺跡ポイント、ここには常に2個湧いてるというコメントもいただいておりますので、多少サーバーによる部分はあるかもしれないですが、見に行ってみるといいかもしれません。レッドウッド危険なんでね。実際、テイムについてなんですが、餌としては簡易キブルが一番好物となっておりまして、その次にレアフラワー、あとは葉肉などの肉食となっております。ちょっと葉肉とかでのテイムになってくると数が必要になってきますので、基本的には簡易キブル以上のものを作っていただくか、レアフラワー集めていただいてテイムに臨んでいただくのがいいかと思います。その他、テイムに必要なものとして、敵対行動を取られるとですね、テイムすることができませんので、このようにリリース数意識と防虫剤をご用意いただければと思います。一応ですね、トラップ入れると防虫剤なくてもできる部分もあるんですが、おおむねレアフラワーとかですと何回かしないといけないので、そういった場合はですね、防虫剤も使っといていただいた方がいいかと思います。敵対されても逃げれないので、一旦病が切って敵対切ってから再挑戦っていうことはできるんですけども、あった方がいいです。まだなかなかちょっと作れないけど蜂欲しいっていう時はなしでも一応できます。そういった場合はイベント中で倍率上がっている時とかキブル用意していただくとテイムしやすいかと思います。続いて蜂の巣の探し方なんですが、レッドウッド脇が多いので、だいたいこの高さに湧いてます。木のに対してのこの高さですね。下の地形によって高さは変わってくるんですが、おおむねこの位置についてます。あとは外周回っていただくと割と探しやすいんですが、一歩進んだところで行くとですね、テックヘルメット手に入れている場合であればですね、このように一体反応します。さらにですね、白黒にして安心モードの最終段階ですね、3段階目するとですね、このように赤く表示されるのが目立ちます。これをしていただくと結構広範囲でですね、蜂の巣探せたりしますので、終盤テックヘルメット手に入れた後ですね、これなんか中に湧いてますね。見つけやすいということになります。ここまで来てるとですね、すでに蜂の巣揃えてると思うので、追加で手に入れるっていうこともですね、そこそこキブル作りであったりすると思うので、もし持っているようであれば使ってみるのも一つです。基本的には飛行生物とか飛んでになるんですが、ヒラコレより上から襲ってくる可能性はあるので、その辺は探索中ご注意いただければと思います。湧くポイント、同じようなところに湧きますので、一回見つけたら、そこは重点的に見てみると、次湧いている可能性ありますので、見つけたら覚えておいていただければ、次テイムするときに使えるかもしれません。このように体力5000ありますので、この蜂の巣を壊すと巨大女王蜂が出てきますので、それを餌与えてですね、手渡しテイムするということになります。ただしですね、働き蜂が襲ってきますの
ので、必ずですね、鉄の槍とかを持っといていただくと対策になります。ではですね、実際にトラップを作っていこうかと思います。おおむね高さは一緒なんですが、地形によってはですね、ちょっと変わってくる面があります。傾斜が下がってたり上がってたりっていうのがあるので、多少ここの高さが変わってきます。簡単に言うと、蜂の巣を四角い箱で囲うということになるんですけども、少し手前に引いていただいて設置します。これでですね、天井が張れる手前具合かどうかっていうのが確認しておく必要がありますので、これぐらいですかね。割とギリギリを狙っていただくんですが、多少隙間空いても蜂逃げれないので、これで伸ばしていきますね。おおむね ASA の場合ですね。高さが合わないときは何度かちょっと作り直していただいてっていうことになります。天井を置きまして、もう一つ手前に天井を置きます。ここからですね、屋根を伸ばしていくことになります。3つ伸ばすとですね、置けなくなりますので、柱で土台判定延長するんですが、つける場合、屋根の左側に設置してください。そうですね。屋根つける場合にですね、柱の右側につくので、ここに設置していただくと置けるようになります。傾斜によってはですね、これちょっと登れないかな。登れた。ショートフェイスベアが登れればいいので、だいたい6伸ばせばいけると思います。横ですね。これは窓枠にしていただきます。鉢がどこに寄るかによってですね、ちょっと正面からアクセスしづらい場合があるので、窓枠の方がいいです。それと同じ理由で、天井もハッチ枠にしていただいて、上からもアクセスできるようにします。入り口のところに関してはドア枠を設置します。一応念のため扉をつけます。外開きにしておくといいかと思います。気づかれないための最善の注意ですね。ヘイト取られても逃げれないので、一回ヘイト切ってですね、再チャレンジしていただくことはできます。ただ、秒が切りすぎると箱から出てしまう可能性があるので、ご注意ください。では実際やっていきますね。これですね、手前、天井でないと、直接スロープからこの箱にアクセスすると攻撃当たらないので、手前1個天井は必須です。これで攻撃当たるんであればこのようにアタック4ハニーってなりますので、これでクマちゃんで攻撃していただくということになります。注意しないといけないのは、攻撃しすぎて蜂の巣壊れてから女王蜂をやってしまう可能性があります。なんで、そこは地上攻撃ないんで、クマちゃんでするときは落ち着いてやりましょう。これ出ましたね。一回引きまして、攻撃時に湧いた蜂を処分します。でですね、クマちゃんですね、無抵抗にするのを忘れないようにしましょう。防虫剤飲むの忘れてたので、防虫剤飲みましょうね。これで、一旦来たやつはですね、退治しておいて、一旦しゃがみながらですね、しっかりといきます。うまくいけばですね、このまま、蜂の位置によりますんで、うまくすればですね、このまま届くんですが、今ちょっと届かないですね。一回閉めておきましょう。天井に戻して、横に回る。これ右側に寄ってるんで、右側に貼っていただいて、そろりとですね、近づいていただいて、結構上側に寄ってしまう場合はですね、一旦鉄槍で処分でしてですね、上に登るのも一つです。ただし、結構蜂がいるとですね、邪魔だったりしますので、槍で処分してですね、しゃがんで、このように上からもケーブルを与えることができます。おおむね1個でゲームできますんで、これで蜂の巣をゲットすることができます。蜂がいる場所ですね。上に寄っちゃうと、ちょっと下から
届かない場合があるので、そういった場合は上に登ってアクセスする必要があります。ただ上に登るときですね、結構この巨大鉢邪魔されてうまく登れない場合があるので、ここだけパパッと登っていただく必要があります。結構痛いので鉢ですね、お気をつけいただければと思います。これで実際ですね、蜂の巣をゲットすることができます。これでですね、蜂の巣を設置していただければ、このように蜂の巣を拠点に置けるということになります。これ、解体していただくと蜂に戻りますので、で、また E ボタンで蜂の巣にすることもできますので、はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、隣に見えております巨大女王蜂のテイムトラップ及び蜂蜜の利用用途についてのご紹介でした。ちょっとですね、高さ調整のところが難しい部分あると思うんですが、箱に閉じ込めてしまえばですね、うろちょろされて危険なレッドウッドであったりとか、動き回ったりしなくても済むという面はありますので、ちょっとですね、巨大鉢が結構めんどくさいところはあるんですけども、そろりとですね、気づかれずにささっとテイムしていただくといいかと思います。もちろんキブル使う場合は一撃でいけるので、どっちかというと強引にですね、行ってしまうのも一つなんですが、撤退されるとテイムができない部分もありますので、エアフラワーとかで早々にテイムしたいよっていう場合に関しては、ぜひですね、囲ってしまって使っていただければと思います。ただしですね、準備して建築して壊してですね、女王蜂が出てこないというパターンが割と最悪な部分ではありますので、一応ですね、巣を殴ったりとか蜂蜜採取してですね、実際にいるかどうかを確認してからですね、建築に取り掛かっていただければと思います。今回はですね、説明上飛んではいたんですけども、普通にライフルで撃ったりとか、ちょっとした攻撃で蜂が出てくるかどうかを見ていただくのが木の上に関してはいいかと思います。飛行生物で攻撃するっていうのも一つです。崖とかでする場合はですね、比較的生身で届く場所とかもあったりすると思うんですが、基本的にはですね、ライフルとかでちょっと撃ってみて出てくるかどうか見ていただくのが一番確認しやすいかと思います。確認取れた上でですね、柱立てて建築していただければと思います。今回はですね、柱の高さ調整して設置したんですが、面倒な方に関しては一旦近くまで柱立ててですね、そこから壁とか使ってですね、ウォーター壁もあるので、その辺使って高さ調整するのも一つです。ぜひご活用いただければと思います。ではですね、本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。